Welcome to Kimono Mama's Kitchen. I'm Moe and Sutan is napping now. Today I'm going to show you how to make ちらし寿司。こんにちは、着物ママです。今日はちらし寿司です。少し難しくなりますが、お祝いのお席やみんなが集まる時には欠かせない日本の伝統料理です。ぜひ作ってみてください。ちらし寿司、今日は日本特有の食材が多いと思いますが、ちらし寿司は家庭によっても入っているものが違うので、全ての食材が揃わなくても大丈夫です。これは高野豆腐、たけのこ、あと干し椎茸、水で戻しています。あとは桜えびに紅生姜、これは半大という器です。木でできているので、使う前に水で濡らしておきましょう。レンコンの皮を剥いていきます。周りに切れ込みを入れてお花の形にします。これは飾り切りといって、お正月のおせちとかにも入っていますが、お祝い事の時にお野菜もおめかししてお祝いの気持ちを表しています。5ミリ幅ぐらいに切りましょう。切ったら酢水につけておきます。残り半分のレンコンも細かく切っておきます。次はたけのこ。これも大きさを揃えて細かく切ります。次は和揚さん。これも大きさを揃えて細かく切りましょう。人参、皮を剥いて同じ大きさに切っていきましょう。水で戻した高野豆腐、これも大きさを揃えて切りましょう。スータンがお昼寝から起きたようです。アシスタントお願いできますか？やだね。でもさ、ママご飯作ってしまわなあかんからさ。これどうぞ。水で戻した干し椎茸の水を切って細かく切ります。しーたん、いつになったらママのお手伝いしてくれんの？なあ、料理一緒に早くしたいな。卵は3つ使います。酢水につけてたレンコンをお鍋に入れます。ひたひたのお水で湯がきましょう。レンコンをざるにあげます。お砂糖が大さじ2、お酢が大さじ5、昆布を入れて、ここに熱いレンコンを入れてなじませます。お寿司の中の具を炊いていきます。これ全部同じぐらいの大きさに切りました。でもうこれ全部一緒に炊いちゃうので、くったくたに。お水を入れて、お砂糖が大さじ3、
みりんが大さじ2、お醤油が大さじ5、アクをすくいながら炊いていきます。錦糸卵作ります。まずは薄焼き卵を作って、卵を細切り、鮮やかな緑色になったら絹さやも湯がきます。湯がいた絹さやの筋を取って細かく切っておきましょう。次は桜エビ。わあ、いい香りするた。すごい香りするわなあ。桜エビええ香りするな。すごい香りするわ。いい匂いするな。今ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってからいりします。焦げない程度にからいりしたら、ここに調味料を入れます。お砂糖大さじ2、お醤油も大さじ2、こんな感じ。次は刻み海苔を用意します。もうちょっと欲しい。ああ、もうどういったな。はい、どうぞ。最近離乳食もこんな感じで落とすんですけど、そうですかねみんなそうなんかな。はい、どうぞ。まあ、はい、どうぞ。お父さん取って。ちょっと、お父さん取って。はい、どうぞ。一日中床の掃除してます。もう拾わへんで。あとはご飯を炊いて、ご飯にお酢を混ぜて、この具を飾っていきます。ご飯を炊きます。今日は3合。酢飯の調味料はお塩が小さじ1のお砂糖が大さじ4、お酢が大さじ5。沸騰したら蓋を閉めて弱火に。これで7分待ちます。うわー、ブーブー言ってるで。ブーブー言ってるで、せいちゃん。ブーブー言ってるやん。見て、お米ブーブー言ってるやん、せいちゃん。見てみ。お米がブーブー言ってるわ。ここたるわ。ねえ。美味しそうに炊けてます。ご飯を半台に移します。この合わせ酢を炊きたてのお米に合わせていきます。で、お米を切るように合わせましょう。ご飯に粘り気が出ないように触りすぎずに混ぜていきます。このちらし寿司の具具を混ぜます。来たの。
あげよう。ちょっと先に味見させてあげよう。じゃあちょっとお酢のあんまりかかってないところ、これかな。熱いなまだ。ふうふうしてよ。熱いよ、これ熱い、これは絶対熱いわ。ちょっと待って、ちょっと待って。あげるあげる、はいはい、ちょ待って、ちょっと待って。はい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 。はいはい。熱いわ、これちょっと熱すぎた、ごめん。よし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 、はい、これこれ。でしょ。卵も入れてあげよう。これでいい？わー、やめてやめてやめて。はいどうぞ。やめてやめてやめて。これとみ桜エビ入れます。この桜エビが香りと食感のアクセントになって、もし桜エビが売ってたら入れてください。桜エビって日本にしかないのかな。どうなんやろう。海苔、卵、レンコンをぐるりにのせて絹さやを飾ります。おいしそう。てっぺんに紅生姜をのせて、できた。ちらし寿司の完成です。ご飯だね。やったー。いただきます。おにぎりにしてあげる。じゃあ、わーわわ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 、そうなるよね。そりゃそうなるやんな。ごめんごめん。わわわわ、ちょっと待ってや。ちょっと待ってや。そうなるよね。わー、ちょっと待って。ちょっと待ってや。わー、もまんといて。ちょっと待って、ちょっと待って。おなりさんの肌で。わ。ちょっと待って。はい。わー、美味しそう。はい、どうぞ。まあ、いっか。やっと試食です。この味、この桜エビがカリカリな食感になってすごく美味しい。中にもいろんな具が入ってるからいろんな食感が楽しめて、美味しい。晴れの日のお食事ですね。これはちょっと今までのレシピよりは手間がかかりますけど、みんなで集まる時とかにぜひ作ってほしいです。ちらし寿司は家庭によって具材がいろいろなので、ぜひ揃う食材で自分オリジナルのちらし寿司を作ってみてください。このままお風呂入ろう。スータも初めてのちらし寿司お気に召したようです。はい、では今週もご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またレシピのリクエストがありましたらコメント欄で教えてください。そしていつもインスタグラムに作ったよと写真を送ってきてくれてありがとうございます。感動してます。それではまた来週。See you next week. Bye bye.